こんにちは、みえこです。今日はこんなパターンがたくさん入った小さなポーチのようなカバンを作ってみました。ファスナー開けると中はこんなかわいい布があるんですよ。持ち手の紐も作りましたから、ぜひ一緒に作ってみましょう。それでは型紙です。5センチの正方形の型紙を半分に切ったものと2種類使います。まずは濃い色の布を24枚用意します。そして薄い色の布も同じ数です。縫い代はお好みでつけてくださいね。四角い布は12枚使います。まずは三角形の布を縫います。底辺を縫います。まとめて縫います。全部つなげて縫ったら、後から切り離して布を開いて手で折りをつけるかアイロンをかけてください。そしてこのように並べます。下の段から順に縫いました。ではこれも縫いつないで作ります。あっという間にできました。動画ですと3分ですよ。では縫い代にアイロンできれいにプレスしたら、ピースを縫いつないでいる別の布をカットします。そしてこのように並べてまた縫います。縫い代1センチぐらいで縫いました。この手順で縫っていくとあっという間にトップができてしまいます。完成です。それでは縫い代をきれいにプレスして
キルト綿の上に置きます。キルト綿はトップより少し大きくしてください。そして刺繍糸でステッチするかキルトをします。ちょっと丁寧に今回縫いました。裏はこのようにできますよ。余分なキルト綿をカットして、今度は裏布を用意します。裏布はトップと同じ大きさに切ってください。そしてこの茶色の格子の布の部分をこのように折ります。そしてミシンで簡単に縫います。裏布も同じように中心部分を折ります。そしてミシンで仮縫いします。20センチのファスナーを用意して中心に印をつけます。中心を合わせてファスナーをつけます。キルトトップ、ファスナー、裏布重ねてミシンで縫います。このようにできます。そして次はキルトトップだけにファスナーをつけます。2ミリぐらい端の部分を縫います。そして今度は裏布に返し口を開けてもう一度縫います。中心から少しずれたところに返し口を開けてください。10センチぐらい開けました。このように縫ったら、今度は横を縫います。マチを折ります。これも 2.5 センチぐらい折ります。茶色の布の部分を折ります。1センチぐらいの縫い代で縫います。裏布もキルトトップと同じ大きさのマチを折ります。両方縫います。返し口から裏布の表側に返します。そして
返し口の穴を縫います。まつり縫いで大きく閉じて大丈夫ですよ。今度はキルトトップ表に返します。ファスナーの縫い代を押さえるようにステッチします。もちろんミシンで縫っても大丈夫ですよ。裏布までしっかり縫います。ダーツを取った部分が厚くなっているので少しずつ縫ってくださいね。次に紐を作ります。中心にアイロンで折り印をつけると縫いやすいですよ。ここに残っていたキルト綿を乗せて折り線の上をミシンで縫います。そして布端をまた1センチの縫い代で縫います。今度は縫い代を倒して表に返します。先の尖ったもので少しずつ返してみました。アイロンでシワを取ったら刺繍糸でステッチしました。もちろんミシンでも OK です。今度は紐をつけます。ここに縫い付けます。ミシン初登場です。初心者クラスではいつもミシン登場してますが、初めてです。布端から3センチ離れたところにミシンでこのように縫います。紐を反対側に返してもう一度縫います。これでしっかりつきました。次にファスナーが見えるように置いて、金具にミシンの針が当たらないようにゆっくり縫います。気をつけてくださいね。半分終了です。もう片側も動画撮ったんですが綺麗に映ってなかったので両方縫ってくださいね。そしてこの端の部分ちょっと隠したかったのでこの布で隠しました。ファスナーの端にこのように
縫ってください。3つに折ってまつり縫いします。すごく丈夫な持ち手ができました。両方つけてくださいね。完成です。そうそう、マチの部分が開いたままだったので、簡単にこのように縫ってくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。